こんにちは、斉藤直樹です。先日 X を見ていたら、タイムラインがですね、絵師は絵師としか仲良くしない傾向がある、みたいな内容のポストで、結構ね、ざわざわしてたんですね。で、その進言を辿っていったら、そのポストをした絵師さんがね、絵を描かない人から受けた数々の屈辱というか、嫌な目にあった例みたいなものをイラスト付きで紹介していたポストでした。まあこういうポスト定期的にあるな、って思って見ていたんですが、ただ僕の場合は、別にそこまで絵を描かない人から受けた屈辱とか、ムカつくこと言われたみたいな記憶ってあんまり多くはないんですよ。ないんですけど、なんとなくディープによく話す友人はやっぱり同じ絵を描く人の方が多くなっちゃう傾向にあるんです。絵師っていうか漫画家さんも含めてね、広い意味での絵師っていうことにはなるんですが、これって多分いくつか理由があるんだろうなっていうことで、なんでそういう感じになっていくのか、今日はちょっとねコメントをしてみたいと思います。それともう一点、これもですね、もう一ついい補助線になりそうだったので、質問一つ紹介させていただきます。10代匿名希望さんからの質問です。斉藤直樹先生、こんにちは。いつも動画を参考にさせていただいております。私は趣味で創作活動としてイラストや動画などを制作しております。最近は創作企画に参加し、他の参加者様と交流したり、設定を練ったり、新しくできた友人と遊んだりと充実した日々を過ごしております。しかし現在、金銭面に余裕がなく、かねてより挑戦してみたかったイラスト依頼を始めようかと悩んでいます。そこで質問なのですが、斉藤先生は動画や書籍とイラストのお仕事と趣味や家族、友人との交流などバランス、時間的、距離感などをどのようにとっているのでしょうか。やはり交流しながら趣味で絵を描くか、プロとして割り切るかの取捨選択が必要なのでしょうか。私は交流があまり得意な方ではなく、やっとできた友達や知り合いが私のイラストの仕事を始めてしまったことで離れていってしまうのではないかと不安です。長文失礼しました。またすでに出ている質問だったらすいません。はい。ということで、匿名さん、ご質問ありがとうございます。絵師が絵師と仲良くなりがちなのは、時間感覚が絵を描かない人と合わないから。はい。ということでですね、今紹介した質問でも不安として挙げられているんですが、仕事にしようとするとね、イラストの仕事と趣味と家族、そして友人との交流のバランス、これがですね、難しくなっちゃうんじゃないかと。まさにね、そういう部分についての質問なんですが、これですね、結果的には僕はこのバランシング、うまくできている方だと思うんですよ。ただですね、結果的にできている側から見ても、これ結構ね、難しいと思います。ちょっとですね、友人関係と家族関係とは少しですね、ごっちゃにしてしまうと分かりづらいと思うので、まずは友人関係からコメントしていくんですが、僕今ですね、一番頻繁に会ったり話する方々、結果的にはイラストレーターさんや漫画家さんが一番多いです。なぜかというと、それが仕事に対する時間感覚、そしてその余暇に費やすことができる時間の感覚がある程度同じだから、そして何よりもここ重要なんですが、それをいちいちね、説明しなくていいっていうのがすごくね、大きいと思います。これですね、プロかそうじゃないのか、学生なのか、はたまた社会人なのかによっても結構ね、こればらつきがあると思うので、一色単にはね、ちょっと言えない部分があるんですが、でもね、クリエイター同士だと、そうは言ってもある程度、自分と相手もこういう時間感覚で生きてるよねっていうのが、暗黙の了解でね、分かったりするんですよ。でも、絵を描く人と描かない人、この間でね、一番ずれているのが、実はですね、この時間感覚だと思うんですね。もしかしたらね、このチャンネルを見てくださっている皆さんは、多分ほとんどが絵を描いたことがある人、もしくは絵に興味がある人だと思うので、これを聞いてもね、驚かないかもしれないんですが、絵を描くのって結構ね、思ったよりも時間がかかります。絵を描かない人が思う絵を描くのに必要な時間って、おそらくね、30分から1時間ぐらい。相当長くても2、3時間あれば描けるんでしょって思っている人がほとんどだと思います。なので、絵描きってですね、相当楽な仕事だと思われてると思うんですよ。いいね、なんとかちゃんって絵が描けて、好きなことだけして楽してお金稼げるんだから、もう最高な仕事だよね。とか言われてムカついた。みたいな話はよく聞くんですが、まさにそれがね、この時間感覚のズレが原因だと思っていて、出来上がった絵がね、どれだけいい絵だろうが、絵を描いたことがない人はね、その絵を、でも1時間ぐらいで描いてるんだよねって思っていることが多いわけです。でも実際は、10時間とか20時間以上かかっていることが平気でね、
ね、あるんですよね。この時間感覚の決定的なズレっていうのがまずあるので、絵を描く人と絵を描かない人との交流は結構ね、ハードルが上がるんですね。仮にですね、遊びに誘ってくれる友人がいたとしても、その人はあなたがそこまで時間を絵に突っ込んでいるとは夢にも思っていません。なので、そういう前提がね、共有されない状態で、まあまあの頻度でね、遊びに誘ってくれるかもしれません。もちろんですね、誘ってくれること自体は嬉しいんですが、全ての誘いを受けていたら、一向にね、制作が進まないという歯がゆい状態に陥ってしまいますし、誘いを断り続けていたら、その友人との関係も悪くなってしまうこともあるでしょう。じゃあ、その前提条件をすり合わせときゃいいじゃんって、思う人もいると思います。私は一作品に10時間とか20時間とかかかっちゃうから、あんまり頻繁に遊びに行けないんだよね。でも誘ってもらうこと自体はすごく嬉しいから、たまには誘ってほしいんだけど、でも結構な誘いを断っちゃうかも。それでもいいって。それを言えればね、いいですし、それを心地よく受け入れてくれる友人が、絶対にいると思いますし、そういう関係は成立するんだと思うんですが、これですね、自分がじゃあ、その状況になって、それをですね、実際に説明してみると、わかるんですが、そんなことを説明している自分に対してね、ちょっと頭の片隅で、ツッコミが入るんですよ。こいつめんどくさって。このね、自分の特殊な状況を、ちょうどいい感じで接してほしいとか、お前何様なんだよって、自分でツッコミが入っちゃうので、できればそういうことを説明したくないわけです。それに相手だって、そんなめんどくさい状況の自分よりも、もっと波長が合う仲間が他にいるはずなんですよ。無理に自分に合わせてね、この関係を継続させるよりも、他を探してもらった方がね、相手にとっても、いいんじゃないか、という想像も、容易についちゃうじゃないですか。でもその点ですね、絵師同士だと、少なくとも時間感覚だけは共有しています。この人、あさって締め切りだって言ってたな。そうなるとここから6、7時間ぐらいはずっと作業し続けてやっと終わるぐらいの、そういう分量をね、この人は抱えてるんだな。だから多分今日遊んだとしても、ひょっとしたら途中で帰りたくなっちゃうかもしれないな、みたいな、そういうのをね、織り込んだ上で、誘ってくれたり、時間をずらしたり、あとは誘いを断った理由も変な勘違いをすることなく、すっとね、理解してくれるわけです。あるいはね、さっきも言ったように、途中で帰るところまで想定してくれているわけです。そういうのがあると、さっき言ったような説明をね、丸ごと省けてしまうので、説明している途中でね、自分に対して、こいつめんどくせえなっていうツッコミを自分に対してすることを回避できて、何よりも精神を保ちやすいんですね。だから結局は、絵師は絵師同士で仲良くしちゃうっていうのが、まずあると思います。あとはですね、友人関係とはちょっと分けたパートナー問題。ここもですね、時間感覚のズレの問題は、大きいと思います。彼氏、彼女もそうですし、結婚相手ならなおさら、自分がどれだけ作品に時間を費やさなきゃいけないのかを理解してくれるパートナーじゃないと結構ね、難しいと思います。実はですね、僕の奥さん、全然クリエイターというわけじゃありません。それに加えてですね、これまで学校の美術の時間以外は絵を描いたことがない、みたいな人なので、絵に対する理解とかもね、特にないんですが、僕の時間の使い方に関してはね、すごく理解をしてくれる人なので、これはね、奇跡的にうまくいっているパターンだと思います。あとはクリエイターって、忙しい、忙しくないの波がですね、結構ありますから、特に忙しい時には、朝から晩まで部屋にこもって出てこない。会うのはもう夜寝る時だけ、みたいなこともね、あるんですよね。人によってはですね、そういうのが耐えられないっていう人も多いと思うんです。例えばこれは友達の話なんですが、その友達はね、クリエイターさん同士で付き合いました。お互いがね、クリエイター同士なので、時間感覚があって、うまくいくと思いきや、相手の方がね、すごく甘えたがりで、四六時中一緒にいないと我慢できないっていうタイプだったらしく、それだけがね、原因というわけではなかったみたいなんですが、結果的にうまくいかなくなっちゃったみたいなんです。クリエイター同士でもね、家族になると、お互いの時間感覚のズレは、関係維持において、すごくね、クリティカルな問題になってくるので、特に家族になる場合には、自分がクリエイターの場合はね、かなり自立したパートナーじゃないと、関係維持が難しいっていうのは、結構あると思います。なのでですね、家族問題に関しては、僕はむしろですね、絵師同士じゃない方がうまくいくことも多いんじゃないかと思っています。はい。でですね、匿名さんの質問にまっすぐ答えてないと思うので、ここで答えておくと、これもですね、実は数多く見られたコメント欄のコメントとして、そもそも友達がいないんだけど、っていうコメント。これもですね、結構ありました。まさにこれが答えで、絵を仕事にする以上、相当ですね、描き方とか、あとは絵柄に工夫しないと、絵に描ける時間ってですね、どんどん膨
膨れ上がっていくんですよ。こだわればこだわるほどね、工程が増えていきますからね。その分時間がかかっちゃうわけです。なので、その段階でですね、結果的に、ある程度の友人関係が自動的に整理されてしまう。離れていってしまう人がいる。というのは、これはどうしてもしょうがないことというか、覚悟しなきゃいけない部分はあると思います。友人関係をね、意識的に断つ必要がある。みたいな感じではなくて、あくまでもね、絵に一生懸命になっていたら、それ以外のものとの距離がちょっと空いてしまった。友人関係も含めて疎遠になってしまった。みたいな、そういうことがね、起こり得ると思います。これはしょうがないですよね。絵師が絵師と仲良くなりがちなのは、創作物に対する価値観が絵を描かない人と合わないから。そして2点目。これもですね、今回の絵師が絵師としか仲良くしない理由、絵師以外の人からひどい扱いを受けた事例、みたいな元のポストで紹介されている事例が何個かありまして、例えばですね、元のポストでどういう例が挙げられているのかというと、その人によればですね、絵を描かない人の中には距離感がね、バグっている人が結構いると。例えばですね、これはよく聞く話なんですが、ただで絵を描かせてこようとする人ですね。お金を節約したいんで、このイラスト無料で描いてくれませんかとか、あとは有料コンテンツとして出している絵をタダで見せろと要求してくるとかね。あとは自分の作品だけではなく、他人のコンテンツであっても、あまりにもそれをね、雑に扱われると、ちょっとこの人自分に対してもそうなんじゃないかって、ちょっと打ってくるっていうのは結構あって、例えばこういうのもね、紹介されてますね。自分がやろうとしているゲームに対して、それクソゲーだよみたいに無神経に言ってくる。みたいなのもね、紹介されてました。これ嫌ですね。あとちょっとこれは、創作物に対する価値観とはちょっとずれますが、例えば自分の交友関係に口を出してくる漫画家さんがいるらしいです。あの人生意気だから関わらない方がいいよ。みたいに。あれでもこれ、漫画家だから絵を描く人ですよね。この人の場合、漫画家は絵師に含んでいないっていう形で言ってるのかな。ちょっとここは僕との認識のズレがありますね。このようにですね、絵に対する価値観って、絵を描く人と描かない人とできっぱりと分かれていることが多いです。これ僕もですね、10代、20代の頃は、何度かあったんですが、ただで絵を描いてほしいって要求されたことは、ありますね。で、しかもですね、思い返してみると、その時、相手はですね、別に悪気があってそれを言ってるわけじゃないんです。例えばですね、僕が記憶しているのは、僕が高校生の時、クラスメートの Y 君がですね、僕に一冊のノートを手渡しながら言ったんです。でね、直樹くん、このノート、ただで使っていいからさ、一冊君の絵で埋めたら返してよ。いや、直樹くん有名になりそうだからさ、有名になったらこのノート、すごい価値がつくじゃん。直樹くんはただでノートに落書きできるわけだから、これめっちゃ得じゃん。いい取引でしょって。いや少なくとも僕はその当時高校生で、確かに何者でもないですけどね。でもノート一冊埋めるのって結構大変ですから、こいつノート一冊分の俺の絵が120円ぐらいだって言ってんのか。こいつって、ちょっとムカついたのを覚えてますね。あとはですね、これはですね、友達としては、回避するのは簡単なんですが、親とか、あとは自分のおじいちゃん、おばあちゃんとかだと、結構ね、回避が難しいんです。似顔絵問題。直樹、知り合いの料理屋のご夫婦が、お前の似顔絵描いてもらいたいってさ、ほら、色紙もらってきたから、ちゃちゃっと、2人分の似顔絵描いてやってよ。あと、色もちゃんとつけてやってなって。なんかね、仕事取ってきてやったぞみたいなね、すごくナイスな笑顔で言ってくるわけですよ。もちろん仕事ではなくてただですけどね。僕はですね、ある程度こういうのは仕方ないもんだと今は思ってるので、そこまでですね、否定的ではないんですが、10代、20代の頃にね、こういう扱いをされると、なんか自分のコンプレックスな部分を余計に刺激されるので、結構ね、精神的にきつかったみたいなことがあったかもしれませんね。で、これはですね、自分で説明したことはないんですが、多分こういう人に対して、このぐらいの費用になりますよって価格を提示しようものなら、そんなに高いの？じゃあやめるわ。ってね、さらなる追い打ちを食らいそうじゃないですか。なので、過去何回かね、そういうことを言われたことはあるんですが、そういうのはできるだけ穏便に回避するようにしています。ははは、Y 君、ノートは自分で買うよ。そのノートはさ、Y 君自分で使いなよ。だって Y 君こそ有名な科学者になりそうじゃん。Y 君が自分で使った方が、絶対そのノート価値がつくって。とか、いやー、似顔絵はさ、
さ、ちょっと苦手だから、ちょっとそれはやめとくよ。いやもう、おばあちゃんの似顔絵だったらいつでも描くけど、ちょっとこう、人にあげんのはさ、気が引けるわ。とか言いながら断ってました。ちなみに、似顔絵自体は僕超得意です。とまあですね、少なくとも、絵師同士ではですね、こういう問題は起こりません。お互いの絵は商品であるという認識はすごくあるので、そういったこう、リスペクトに書いた無神経なことを言ってしまうリスクは、それ以外の人と比べてみたらすごくね、少ないと思います。なので、絵師は絵師同士で仲良くしがち。というのは、こういう理由もね、あるんですね。リアルに絵を描く友達がいないから、オンラインだと余計そうなる。ただですね、今回のコメント欄を見ていると、これ結構多かったのが、いやいや、別に私は絵師だけと仲良くはしてないよ。むしろ絵師以外の人と仲良くしていることが多いというコメント。はい。そうなんですよ。特にリアルではですね、絵師以外の友達の方が多いという人は、多いと思います。いや、これですね、多いっていうか、むしろほとんどがこれだと思っていて、絵描きの友達がリアルでいるっていうだけで、僕はですね、ある程度この人都会の人だと思うんですね。僕はですね、高校生まで山形にいたからわかるんですが、少なくとも僕のリアルな友達で絵描きを目指している友達は一人いたかいなかったかぐらいだったんです。しかもその上でですね、僕の場合その時10代ですよ。向上心にめちゃくちゃ燃えていて、それはつまり嫉妬心とか対抗心がすっごい高い時期でもあります。確かにですね、リアルでそういう友達が一人いたんです。カリノって言うんですが、そいつがですね、くっそ絵が上手くてですね、美大の予備校とかにも早いうちから通っていて、意識もね、めちゃくちゃ高いんですね。で、その時僕はですね、なんかこう、カリノと仲良くしたいっていうよりかは、もうカリノをですね、こう、ライバル認定、あるいはもう敵認定していたので、実はあんまりこう、つるむようなことはなかったんですね。ただカリノとは中学校で同じ生徒会のメンバーだったので、こう、生徒会室で会うじゃないですか。でね、暇な時間、カリノはね、ちょっとこう、絵を描いてるのを見るわけですよ。ちょっとだけこう、空いた時間とかね。で、それをこう、横目で見るじゃないですか。もうね、うまいんですよ。ちょこちょこっと描いてるのに。僕がね、それを見て思ったのは、仲良くしたいとかじゃないです。こいつ絶対いつかぶっ倒す。でしたね。そうなんです。田舎だとですね、そもそも絵描き友達なんて周りに存在しません。絵描きを目指している人がそもそも少ない問題もありますし、仮に一人二人いたとしてもね、そいつが上手ければ上手いほど距離が近すぎて、こう仲良くなるどころか敵認定しちゃうみたいな問題もね、あるんですよ。2番目はちょっと僕が負けず嫌いすぎるっていう問題なのかもしれませんが、僕はね、そんな感じでした。ただ、これがオンラインだとですね、結構いい感じの程よい距離感を保ちやすいので、絵描き同士友達になりやすいっていうのがあると思います。僕は高校2年生ぐらいの時に、やっとインターネットをこう我が家でもね、使い始められて、当時電話回線を使ってね、1日に1時間だけインターネットをやっていい時間があったんですが、その時からですね、僕に絵描き友達ができ始めたのは、当時ね、お絵描き BBS っていうのがあって、お絵描きチャットとかでもないんですけど、お互いに同じ掲示板にね、こう絵を投稿し合って、で、お互いにね、感想を言い合うみたいな、そういうコミュニケーションを通して自然と絵描き友達が増えていったっていうのがありました。リアルでは絵を描かない友達の方が多くて、かたやオンラインでは絵を描く友達同士で繋がっているみたいな状況があったので、おそらく僕以外もね、そういうバランス感の人意外と多いんじゃないかと予想しています。はい。ということでいかがだったでしょうか。今日説明したざっくり3つぐらいの理由が重なって、こう譲れない部分が多くなってくれば多くなってくるほどね、周りに絵描きの友達が増えていくというのが、あると思います。ただこれですね、別に絵描きに限ったことではなくて、例えばエンジニアさんだったらエンジニアさん同士、スポーツ選手ならスポーツ選手同士、経営者だったら経営者同士ってね、そういうつながりが増えていくっていうのは、どこの業界でもね、あると思います。なので、その一例としてね、絵師目線で、どうして絵師は、絵師の同業の仲間と仲良くなっていきがちなのかっていうのを感覚を通してね、話してみました。僕のチャンネルではこのようにお絵描きに関するいろいろな話題を取り上げて発信しています。例えばこちらの動画、初心者必見、知ってる？デフォルメのやり方は3つあります。では、絵描きが無意識にやる目のデフォルメについて、ここの部分はこういう意味があって、こういう認識で描いてるんだよというのをですね、各部位事細かに説明しています。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。